神楽。日本神話では、嵐の神スサノオの乱暴が原因で、姉である太陽の神アマテラスが岩戸に隠れてしまいます。世界は暗くなってみんな困りました。他の神様たちは岩戸の前に集まりました。そこで芸能の神が踊ってみんなで笑いました。その笑い声を聞いたアマテラスは外の様子が気になって少し岩戸を開けました。その時、力が強い神様がアマテラスの手を引いて外へ連れ出しました。それで世界は太陽の光を取り戻すことができたのです。この時、芸能の神雨のうずめが踊った舞が神楽の起源だと言われています。神楽は神様をもてなす舞のことです。神楽の語源は神蔵、つまり神様が座る場所という意味です。主賓は人間ではなく神々です。夜行われることが多く、一晩中踊り続けることも珍しくありません。神楽には宮中で行われる御神楽と、一般の人々が行う里神楽があります。里神楽には、巫女が踊る巫女神楽、神話の場面を演じる出雲流神楽などがあります。巫女神楽は、シャーマンとしての巫女に神様を下ろすという意味がありましたが、現在では祈祷や奉納のための儀式的な舞になっています。巫女は神のよりしろとなる鈴や扇、御手蔵などを持って踊ります。大きい神社には専用の舞台、神楽殿があります。出雲流神楽は中国地方を中心に広がりました。まず結界を張って場を浄化して神様を迎えます。その後で面をかぶった演者が神話や伝説の場面を踊ります。面をかぶるのは人ではないものという意味です。伝統的な舞楽には仏教とともに中国大陸から輸入された唐楽、高句麗から伝わった駒楽があって、これらも神社やお寺で奉納されることがあります。しかし楽器も音階も神楽とは全然違います。神楽はあくまで日本の土着のものなのです。神話学者ジョーゼフ・キャンベルはこう言いました。ある有名な、しかし東洋については全く無知な社会学者が日本へ行ったとき、神道の神職に言いました。私は神道のイデオロギーがさっぱり理解できない。神道の思想がわからない。そう言われた神職はしばらく考えてから言いました。私たちにはイデオロギーはないと思います。ただ踊るのです。つまり、神道ではイメージを言葉に置き換えて萎縮させるようなことはしないということです。言葉はあなたが理解したと錯覚するのに役立つでしょう。しかしそれは本質のイメージからずれてしまっているのです。これは非常にいい説明だと思います。そもそも神楽は人間に理解されるためのものではありません。神楽は舞う人が神々と交流するものであり、その土地と人々と神々との絆を強くするための祈りそのものです。前の世代から受け継いだその絆を次の世代へとつなぐ。ただそれだけなのです。ただそれだけのことが、今では出生率の減少や地方の過疎化で難しくなっています。現在では神楽の盛り上がる場面を短いショーとして見せたり、神楽をモチーフにしたダンスをする人々もいます。
興味を持つ人が増えれば、神楽を次の世代につなぐ力になるでしょう。皆さんも興味があれば、ぜひ YouTube で探してみてください。そして機会があれば、その土地へ行って実際に体験してみることをお勧めします。神楽はその土地に受け継がれるもの。どこで舞うかがとても大切だからです。